はい、現場レポートです。こちらのコーナーでは、私が国内外、現地いろいろ行っている中で、実際に体験した感じたものについてお話ししていきたいと思います。今回はですね、ユナイテッド航空の、新しいビジネスクラスでポラリスというユナイテッドポラリスというビジネスクラス、これにちょっと乗ってきましたので、そのあたりについてお話ししていきたいと思います。で、このユナイテッドのこのポラリスの特徴を一言で言うと、もう睡眠に特化をしている。寝るのにあれば非常に最適なシートだっていうふうに、言われて、私も一回ホノルルからロサンゼルスに乗ったんですが、今回、羽田空港からニューヨークまで、この1月の3連休の前の金曜日から、スタートしたということで、今回羽田からニューヨークまで乗ってきました。で、これ今回ちょっと別の媒体のウェブの取材も兼ねて、それがメインで、乗ることになったわけですけど、ユナイテッド航空の担当者から乗る前に言われたのは、とにかくゆっくり睡眠してくださいという、その言葉がありましたけど、おそらくちょっと今動画で、機内に入るところも流れていると思いますが、座席配列は121ということで、窓側から、1席、真ん中2席、窓側1席と。それで最近よくANA のスタッガードシートとかいろいろありますけど、その窓側の窓と窓側の通路って窓窓って言い方する人もいる場合、いろんな言い方ありますけど、窓通路っていうのはありますけど、今回窓窓の席、完全に窓の横、互い違いにすることによってスペースを確保するということが、ありますが、こちらのユナイテッドポラリス、ボーイングの777-200ER 型機という機体で今回は飛んでますけど、あとユナイテッド航空は787も今たくさん入れてますので、787にもこのシートは搭載されているということになります。で、羽田からニューヨーク、これ出発時間がですね、19時40分に出発ということで、今回1月の6日に羽田ニューヨーク、ニューヨークのニューアーク空港、ニュージャージー州にありますけど、こちらに到着する便で、羽田が19時40分出発ということなので、私も5時半過ぎぐらいに羽田空港に行ってました。ちょっと直前までテレビの、地方局の生放送のリモートがあって、5時ぐらいまでちょっと仕事してたんで、5時ぐらいまで仕事しても普通に空港に行って乗れる時間帯でニューヨークに行けると。それでニューヨークっていうのは、今この冬の時間だと14時間の時差、夏の時間、サマータイム入ると13時間の時間になりますが、飛行時間が12時間半行きの場合は帰りが13時間半ぐらいかかりますけど、だから大体出発した時間に近い時間に現地に到着するっていうのがありますけど、ニューヨーク時間で夜の6時半に到着するという、スケジュールの中で、過ごしてきました。で、実際に機内に入ってユナイテッド航空の一つのこの眠りという部分で言うと、そのパジャマの貸し出しがあるんですよね。で、ちょっとね、僕のサイズでちょうどいいぐらいなんでちょっと大きめな感じなんですけど、小さいサイズも多分あると思うんですけど、置いてあったのがもう XL だったんでそのまま来ましたけど、これにもう着替えてくださいと、もう絶対に着替えた方がいいですと。で、日本の航空会社も以前そういうの寝巻きみたいなのがあったりってのありましたけど、最近ちょっと、少なくはなってきてるんですが、なので、行きの飛行機は飛んでから着替えましたけども、帰りのニューヨークから戻るときはもう、扉が閉まる前に化粧室で着替えて、もうパジャマになりましたけど、ちょっとパジャマ姿の写真なのか動画なのか、あると思いますので、今出てるかもしれないですけど、それでもう着替えて、それで飛行機出発して、で、行きの場合は19時40分発ですから、8時半9時ぐらいから機内食を食べて、それで、11時ぐらいに睡眠にするということで、ちゃんとマットレスですね、マットレスも貸してくれます。マットレスがあって、布団というか掛け布団系があって、あと毛布もあって、で枕もリラックスする用の小さい枕と睡眠する時用の大きい枕があるので、白い大きい方の枕でして、行きましたけど、で最近ANA とかデルタ航空とかカタール航空とか扉が閉まるビジネスクラスも多いので、だからそことすると見劣りすんのかなっていうのが見た目の部分ではちょっとあったんですよね、正直。
でも今回もうこのなんだろうな、寝心地というか、その腰の当たり方っていうんですかね、シートのその感覚がすごいフィットしてて、座りやすかったっていうのと、あと窓席に関してはまっすぐ向いてるので、最近ね、ユナイテッドも窓通路の席とか一部斜めになってる傾向があるんですけど、やっぱりなんかまっすぐの方が気持ちいいかなっていう、感じもあって、それで横になってもう寝たらすぐに睡眠に入れたっていう、ところだったかなっていうことで、結局行きも帰りも6時間か6時間半、寝ましたので、だから食事終わって寝たらあと残りもう3時間ぐらいっていう感じでした。でユナイテッド航空はWi-Fi も有料ではありますけど接続できまして、2メガぐらい出てたかな。YouTube は見れなかったです。動画を全く見れなかったんですが、ちょっとゆっくりしようと思ってたんで、ちょっと LINE とかは見たかったんで、今回スマホだけ接続して、ましたけども、20ドルちょっとかな。で、実際にこれで、接続というか、インターネットつなげながら飛んで、友達とのやり取りもしながらではありますけど、そういった形で、飛んでいったと。機内食がね、今3つかな、ビーフとチキンともう1種類、ベジタリアン系のメニューですけど、でやっぱりユナイテッド航空日本ベースの客室乗務員が今もうなくなって全部アメリカベースになったりとかいうのがありますけど、で2食目の食事で一応ご飯と魚はあったんですけど、1食目に和食はなくなってはいて、基本的に全部洋食メニューに変わってたかなっていう。日本語が喋れる客室乗務員は2人ぐらい、お二人ぐらい乗ってて、日本語のアナウンスも含めてというのは前と変わらない、感じでしたけど、とにかくなんだろうな、もう寝ることが一番今回熟睡できたおかげで、実は今回この取材っていうのは1泊3日で行ってきました。金曜日の夜に出発してもう日曜日の夜に帰ってくるっていう形で、1泊3日でもニューヨーク弾丸で楽しめるぞっていうことをちょっと実践したいっていうのもありましたけど、だから機内で本当にゆっくりできたので、いろんな人に大変だったんじゃないのって言われましたけど、もう夕方6時半に、ニューヨークのニューアーク空港到着して、そこから、電車で、マンハッタン、ペンステーションまで移動して、その近くのホテル泊まって、もうホテルに今回幸いにも入国審査が待ち時間なしで通過できたので、もう7時ぐらいに空港出て8時にはもうホテルチェックインできてたんで、もう9時から食事ができますけど、何にも疲れてないんで、もう普通にニューヨークをそこからいろいろ街中ブラブラしたり、やっぱりタイムズスクエア来るとニューヨーク来たなっていうのがあるし、でそこから、ロックフェラーセンターに、食事をしてロックフェラーセンター行って、私1月の今回、6日に行きましたので、まだねニューヨークのクリスマスツリーがあって、スケートリンクがあって、で12時に電気がツリーが消えるっていうので、そこを見たりして、っていう感じで、結局そこから歩いたりして1時過ぎまで歩いてましたけど、で、朝ちょっとまた散策して、で帰りの便が13時30分出発でしたので、13時半頃の出発でしたので、そこで、帰りもまたポラリスに乗って、ちょっとお酒も飲みながら、機内食食べて、で今度日本時間に合わせなければいけないので、ちょっと早めに寝るようにして、そう言いながら5、6時間寝ましたけど、で夕方の5時半過ぎぐらいに羽田空港に戻ってくるということで、もう翌日から月曜日から通常通りということで、僕も月曜日ちょっと昼帯の生放送入ってましたけど、そこにもスムーズに行くことができたと。1泊3日は極端ですけど、でも2泊4日でじゃあミュージカルとかショッピングとかするっていうのには、非常にいいし、改めてエコノミークラスとビジネスクラスの違い、もちろん料金も全然違うし、マイレージで取るってやり方も一部はあるかもしれないし、値段はかかりますけど、でもこのビジネスクラスを使う最大のやっぱりメリットっていうのは、現地に着いてそれで帰国する便に乗るまでの時間の使い方というのがもう全然違うし、でビジネスクラスもやっぱり快適度によって疲れ方がやっぱり変わってくるっていうのもあるので、今回やっぱりフルフラットはもう今ねフルサービスキャリアでは当たり前ですけど、でもこのユナイテッドのビジネスクラスっていうのは本当に寝るのには
最高の、ビジネスクラスだったなっていうのが、もう本当率直な感想で、1泊3日で帰ってきた後も翌日から通常通り仕事できたのもこのシートの、おかげかなと思います。もちろん僕もエコノミークラスでアメリカ行ったりヨーロッパ行ったりも普通にしてますけど、特にやっぱり滞在日数が短い時ほどビジネスクラスはいいなっていう、なんかそんなことも、感じた時間でした。もし皆さんもぜひ機会があれば、ユナイテッドのビジネス、ポラリスという名前ですけど、ぜひ乗っていただきたいなというふうに思います。ということで、今回、現場レポートということでユナイテッド航空、ポラリスをご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。